本日はですね、ポン酢大好き私徳井が千葉県のキャンプ場に行きまして、味ポンを使ってこじらせ豚もやしと冷ややっこを作っていこうと思います。まずはですね、まだまだ冷えますんで、この足湯ね、これキャンプで使えるんですよ。この足湯、これ薪でね、こう火を焚いて、温めて、このお湯の水をお湯にしていくという、そういうやつなんですけどね、これ足湯に入ってね、最終的には足湯に入りながら食べてやろうと思います。味ぽん料理を。さあ調理していきましょう。まずまな板包丁を出しまして、とりあえず先にね、冷ややっこに乗っけるこの薬味となるこの大葉とかね、そういうのを切っていきます。大葉をね重ねてね、丸めて切っていくとすごく切りやすいというふうに教えてもらいましたんで、そうやっていきます。これね、冷ややっこ食べるときに、まあ普通にお醤油かけても美味しいんですけど、味ぽんだとね、結構こうたっぷりかけても味が濃くなりすぎずさっぱりいただけるんで、非常にいいかなと。味ぽん、冷ややっこに味ぽんはありですね。しかも今回冷ややっこに使う味ぽんはうまピリというやつです。ちょっとね、この味ぽんのポン酢の爽やかな味の中にちょっとしたピリっていうのがあって、非常にね、この冷ややっこにアクセントをつけてくれるんじゃないかなと思います。さあ、みょうが切り終わりまして、でね、ここでちょっとご飯を炊いておきます。これ今日作るね、こじらせ豚もやし、これ白ご飯にもねすごく合うんですよ。なのでね、やっぱりご飯炊かないともったいないんで炊いておきます。さあ、こじらせ豚もやし作っていきますけど、まずこれ僕使ってるのはこれ豚バラ肉ですね。まあ大きさは適当にお好みでいいと思うんですけど、大体まあ3、4センチぐらいの長さに切ってもらえたら一番食べやすいのかなと思います。軽く塩コショウしましてね、豚肉炒めていきます。うちの鉄フライパンをしっかり熱しまして、油を引きまして、豚肉10、やっぱこの音いいですね。このアウトドアに響き渡るこの豚肉の焼ける音。冒頭でも言いましたけど、僕本当にポン酢が大好きでね、もう何でもかんでもポン酢かけるんですよ。だからもう本当に大昔から味ポンにもうずっとお世話になっております。これね、僕まだ京都の実家に住んでる頃とかは、うちのおかんも割と料理が好きな人なので、たまにね、お鍋なんかする時でもちょっとこう自分流に凝ったねお鍋のスープをちゃんと作って、鍋物作ってくれたりとかすることはあったんですけど、そんな時でもね、まあおかんからしたらもうやっぱこだわって作ってる鍋のスープなんで、やっぱこう何もつけずにね、そのお鍋のスープで具材を一緒に食べてほしいんですけど、僕やっぱポン酢好きなんでね、おかんがもうこのスープ味ついてるから何もつけんでええよって一応ね言いよるんですけどね、まあ最初の一口二口はね、一応こうねおかんに悪いなと思ってそのまんまのスープを飲むんですけど、結局もうね、気がついたら味ぽんいってるんですよね。
すまんなおかんとどっかで思いながら、でもごめん、俺はポン酢が好きなんやと。すまんと。おかんのこだわりはわかるんだ。それを否定してるわけではない。ただ、俺はポン酢が好きなんだ。あ、すいません。もやしが入っておりました。もやし入っております。もう豚肉ね、火が通りましたら、もうさっと。もう簡単です。まあ、豚肉が焼けたなと思ったらもう、もやしを投入してもらって、まあ、もやしもね、そんなにすごく炒めなくてもいいんで、とにかく簡単なんですよね。すぐできるし。で、あとこれに、ちょっともやしに火が入ったら、味ぽんを入れる。で、完成。それだけのものなんで、ちょっと一品増やしたいなとか、ちょっとなんかお酒のあてに作りたいなとか、まあ、アウトドアなんかにもぴったりですし、これね、皆さんぜひやってみてください。さあ、ここで、味ぽん、投入です。このこじらせ豚もやしで使うのは、スタンダードな味ぽんですね。ノーマル味ぽん。さあ、これ投入します。ね、味ぽんっていうのが見えるようにと気を使っております。もう結構ね、味ぽん豪快にね、いっちゃっていいと思います。で、味ぽん入れたら、まあ、こっからもそんなにね、すごく炒めるっていう感じでもなく、こう、和えながら軽く炒めていくって感じでいいと思いますね。だからもう、味付けといえば本当にもう最初の塩コショウと、この味ぽんだけなんで、めっちゃ簡単で、しかも白ご飯にもね、これ実はすごく合いますからね。ポン酢と白ご飯って一見なんかすごく合う感じに思えないような気がするかもしれないんですけど、鍋物とかで言ったらポン酢と鍋のスープが混ざったこの自分用の小皿のそのスープね、味ぽん入ったスープね、それをちょっと飲みながら白ご飯いったらめちゃくちゃ美味しいですよね。僕おじやにも最後の雑炊にもね、味ぽんパって垂らすんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですね。だからご飯にも合います。さあ、完成いたしました。こじらせ豚もやし。あ、ごめんなさい。完成じゃなかったです。最後にね、追い味ぽん。追い味ぽんするんですよ。ここでこの味のね、このパンチが効くというか、輪郭がちゃんとこうはっきりする。さあ、完成しました。こじらせ豚もやし。
そしてもう一品ね、冷ややっこ作っていきますけれども、この冷ややっこで使うのはこの味ぽんうまピリ味、これなんですよね。ちょっとね本当にうまみとピリッというのがね効くんですよ。これはもうこれ簡単です。もうしらす乗っけて、大葉乗っけて、みょうが乗っけてという、もうそれだけですね。それだけのいつもの冷ややっこにこの味ぽんうまピリ味をかけることによって、またね新鮮な美味しさになると。冷ややっこ味ぽんうまピリ味バージョンです。さあノンアルビールでいかしていただきます。これがまた美味しいんですよね。なんでしょうね。ポン酢ってもう何なんでしょうね。魔法の調味料やなって思いますけどね。酸っぱくて美味しい。しかもこれ冷ややっこの時にお醤油をねあんだけの量かけちゃうと味ちょっと濃すぎてもう飽きちゃうんですけど、これ味ぽんだとねさっぱりしてるんでね、これ豆腐をね、これワンパック作っちゃってるんですけど、ワンパック全然いけますね。だからなんかダイエットとかしてて豆腐中心の食生活とかやってる人とかも割とね味ぽんだと飽きずにいけるんじゃないかななんていうふうにも思いますけどね。足湯に入りながらね、最高です。希望を叶えることができました。でそしてここでちょっとした味変を、これ食べるラー油的なやつを加えまして、この味ぽんうまピリ味にプラス別の辛みを加えたりとかして楽しんでみました。皆さんもやってみてはいかがでしょうか。